はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はこちら、レジデンスインカルガリーダウンタウンさんをご紹介したいと思います。では、早速、お部屋までの様子とお部屋の中の様子をご覧くださいっていう感じなんですが、今回もカルガリーが、日没が早い、そして日の出が遅いということで、お部屋までの動画がちょっと暗めになってしまってますが、ご了承ください。はい。では、早速ご覧ください。はい。では、お部屋をご紹介したいと思います。お部屋の場所ですが、エレベーターはこれかな？お部屋はここのカードのお部屋になります。はい。入ると、もうオープンなスペースなので、こんな感じの部屋ですっていう感じですね。で、こちらは、レジデンスインということで、レジデンスタイプのホテルということで、こんな感じで、キッチンもついております。はい。まあ、もろもろね、全部あるかなっていう感じですかね。はい。なんか、キッチンペーパーとかあったりします。トースター、ケトル、コーヒーのもあります。で、冷蔵庫は空です。よいしょ。はい、こんな感じです。で、こんな感じいっぱいある。これ食洗機ですか？食洗機。この辺は、なんかおしゃれ。こんな置き方ある。はい。はい。で、カトラリーや包丁とかもあります。なんて危険なんだ。はい。まあ、丸々、もろもろ、いろいろあります。はい。よいしょ。こんな感じで、ゴミ箱もあります。はい。コーヒーちょっとチェックしましょうかね。コーヒーは、こんな感じです。はい。作り方書いてあります。紅茶はないタイプかな。はい。あ、これ紅茶じゃないですよね。これなんだ？わかりません。はい。あ、ティーだ。ティーですね。オレンジ。ちょっとわかんないんですけど、紅茶です。はい。で、お部屋こんな感じで、
清潔感あっていい感じじゃないですかね。はい。で、こんな感じですが、私の名前がゴリゴリ書いてあります。はい。こんな感じのお部屋です。で、一応コーナーなので2面のガラスです。で、私反射しちゃいますが、こちらが、カルガリーのダウンタウンからどっちだろう、日が沈んでるわけなんで西側が見えております。で、私反射しないように後で街の方を映します。こんな感じで、こんな感じで移動してこう行くと、はい、こちらね、思いっきりビル群の中にあるホテルです。はい、こんな感じです。で、ベッドはこれはキングかな、結構大きい感じします。はい。で、ベッドサイドは通常のコンセントが1、2、3、USB1、2、3、4、4つっていうかなり豪華な感じになっております。で、反対側は、よいしょ。ここに USB2 つと通常のコンセント1つっていう感じです。まあ十分ですよね。はい。ということで、お部屋はこんな感じ。私映っちゃう。で、こちら側が南側ですが、今月が見えてますが、こんな感じで、まあ、普通に空が広いんですよね、カルガリーは。いいなと思います。で、私映っちゃうんで、ちょっと下向けますね。下向けて、電気つける。はい。で、洗面台は映っとるやん、結局ってね。はい、まあいいや。お手洗い。はい。で、お風呂は、まあ、バスタブがないタイプで、ちょっと黒いライン入っちゃうけど、この辺ちょっと防ぎようがないんですよね。すいませんね。で、アメニティはこんな感じ。シャワーブースこんな感じです。はい。で、洗面台はこんな感じです。この光は何で入っちゃうのかな、ちょっと難しいな。はい。で、あれですね、ドライヤー出すのでちょっとここ置いときますね。どういうメカニズムなのかな、レンズの広角でレンズ特性な気もするんですよね。ちょっとまた新しい GoPro にどこかで変えたら解消すると信じましょうか。はい。で、こちらのドライヤー、なんかこれもね、見慣れてきましたよ。カナダも全部これなんじゃないっていう感じですけどね。はい。こんな感じです。部屋戻ります。はい。なんか、さっきの光はいつも、洗面台のね、水回りのところでなりがちだなと思うんですけど、はい。こんな感じのお部屋。クローゼット言ってなかったわ。クローゼットになります。はい。まあ、アイロンがあったりしますが、私の荷物が適当に置いてあるんで申し訳ないんですけど、バッグ置いてあります。はい。で、金庫。はい。この辺は空かな。はい。こんな感じです。はい。もうね、ちょっと寒いんでコートですけど、コートも適当にかけたらよくないね。はい。で、ここにランドリーサービスのものあります。はい。という感じのお部屋になります。ちょっとね、また、カフェとかね、スペースもあるので、そちら行ってみたいと思いますので、この後少し紹介したいと思います。引き続きよろしくお願いします。失礼します。はい、よろしくお願いします。今日はこちら、レジデンスインのカルガリー、ダウンタウンになります。レジデンスインというホテルブランドはこちら、マリオットグループのブランドなので、マリオットグループのステータスとかお待ちの方は、はい、その恩恵もね、あるかなと思います。こちらの立地はカナダのアルバータ州のシュートかなの、カルガリーのダウンタウン、街中にあるホテルになります。カルガリーへのアクセスは、私はバンクーバーからフライトで来てます。で、1時間半くらいかなのフライトで、カルガリーの空港から車で15分くらいでダウンタウンに来れるっていう感じの立地になります。で、その移動とかね、カルガリーのカフェとかに行った話は、いくつ前からもう5個ぐらい前の動画でカナダに行ってきましたよ動画がありますので、そちらで細かく少しね詳しく話してるかなと思いますので、もしよかったらそちらもご覧ください。はい。で、まず、ホテルの印象ですが、結構、カジュアルというか最近の流行りのライフスタイルホテルみたいな形のデザインと、レジデンスインということでレジデンスタイプということでキッチンがあったり冷蔵庫が大きかったりとか、そんな感じで長期滞在にも向いてるかなっていう感じですね。で、こちらのカルガリーは留学生とかがね結構いる街でもありますが、もともとは
少し前に石油とかがね、発掘されたりしてアルバータ州で、そこで人口が一気に増えたっていう町で、最近ではこう IT 系の会社とかもあったりで、まだ結構人口がね、増え続けてる町なんじゃないかなと思います。100万人超えてるぐらいの都市だと思います。で、観光では、バンフとか、山岳リゾートですね、ロッキー山脈のリゾート地への玄関口という感じで、私は、今朝撮ってるんですが、この後、バンフを通過してレイクルイーズっていうところに移動しますが、そんな感じで、ハイシーズンはね、どちらかというとその山岳リゾート地に世界から人が集まる夏がね、観光のハイシーズンではあるかなと思います。はい。で、街は結構、カルガリーはコンパクトなので、こちらのホテルから歩いてね、街中の、お店とかカフェとか飲食店とかは行くことができますが、海外ということであまりね行かない方がいい方面とか通りとかエリアっていうのはありますので、そちらはホテルで確認してきてもいいと思いますし、私も少しカルガリーの話の時に話そうかなと思いますので、はい、そんな感じですね。で、基本昼間はね歩いていてそんなに問題がある都市ではないかなと思いますし、日本と比べてどうかっていうのは難しいですけど、海外の都市の中ではかなり治安のね、いい街かなと思いますので、昼間はそんな問題ないかなと思いますが、夜はね、場所によっては、ちょっと要注意って感じですけど、日本でね、歌舞伎町に行くのが危険だっていうのと同じくらいかなと思います。つまり、お酒とかがね、入ると少し乱れるよっていうぐらいの乱れと、カナダは、マリファナとかが合法になっているので、そういうところで要注意、そういうエリアには行かない方がいいっていう感じですかね。はい、そんな感じです。で、何ご紹介しようかな。まず、お部屋の印象ですが、結構私は好きなタイプで、いいお部屋だったなと思います。デザインの方向性はね、どの部屋もこういう感じかなと思いますが、過ごしやすくて、はい、レジデンスタイプということで、家のような雰囲気もありつつ、ホテルのような雰囲気もありつつということで、おしゃれで良かったんじゃないかなと思います。はい。それと、レストランね、行ってきましたので、レストランの様子と食べたものを載せようと思いますが、レストランは結構、いい雰囲気でおしゃれだったなと思います。で、バーも併設なので、バーの写真も撮れたかなと思いますので載せますが、働いてる方がね、すごく楽しそうに働かれているので、そういうのに合わせてテンションもね、こうあって、楽しい空間だったなっていう感じがします。で、食事は、何食べたかな、シーザーサラダと、サーモン、照り焼きサーモンみたいなのが書いてあったやつと、春巻きみたいの食べましたけど、美味しかったですね。カナダは全般に食事は結構美味しいなっていう印象がこの旅ではありますので、それと変わりなくとても美味しい食事だったので、日本の方々にもねこうテイストが合うんじゃないかなっていう感じがしましたね。はい、そんな感じです。はい、で、今日この後もし出発の前にカフェスペースがやっていればカフェでコーヒー飲んでこうかなと思いますので、飲めたら載せます。はい、飲めなかったら写真だけかな、はい、写真だけ、空間の写真だけ載せようと思いますが、一般の方も、よく利用できるカフェとホテルのちょっとラウンジみたいなとこが中でつながっていて、コーヒー買ってねホテルの方に来て飲むっていうこともできるので、そちらの方は昼間はねどちら一般のお客さんもいる印象でしたけど、夜ぐらいになってくるとホテルの方がメインかなっていう感じになってきましたが、コーヒーねいいかなと思います。で、カナダはチョコレートとかコーヒーとかね結構好きだと思われます。カフェもたくさんありますし、一つ一つのカフェが結構ね豆とかにこだわってる感じがあるので、カフェ好きの方にもいい国で、カルガリーにも、おしゃれなカフェたくさんありますので、変わりなくいいかなっていう感じがしましたね。はい、そんな感じです。はい、ということで、その他は何かあるかな。こちらはねプールがあるとかいうホテルではないのでですが、結構ね、他のホテルだと時間が経ってる、建設後時間が経ってるっていうホテルも多いんですけど、こちら結構新しいので綺麗で良かったなと思います。はい、ということで今日はこんな感じですかね。カナダにありますレジデンスインカルガリーのダウンタウンさんにお邪魔しました。はい、カルガリーにねお越しの際は結構いい選択肢かなと思います。価格もねそんなに高くはないので泊まりやすいと思います。はい、では今日はこんな感じで終わろうと思います。またカナダ編も少しだけね続くので、はい、ちなみに次は結構ね私が期待しているホテルでもあるので、次もですねちょっと見ていただけたらと思います。はい、では今日はこんな感じで終わると思います。
ありがとうございます。失礼します。